皆さんこんにちは。手柄しネイルチャンネルのまろこです。今回は100均のネイルの材料を使って一からデザインを起こすその工程をご紹介したいと思います。まずは紙になんとなくのラフ画みたいなものを起こします。メインにしたいデザインとか、柄みたいなものをなんとなく描いています。なんかこんな感じに仕上げてみようかなと考えています。では早速作成に取り掛かります。こちらはダイソーで販売されているジェルなんですけれども、ベージュ系のベースにしようかなと考えてるんですが、これだと少し色が濃いような気がしているので、これに白のジェルと透明のジェル、これはトップジェルなんですけれども、それを混ぜて少し淡いちょっとだけ薄いベージュを作っています。この色を2度塗りして仕上げたらマットジェルでコーティングしています。こちらがダイソーで販売されている水彩パレットという商品なんですけれども、結構ですね、触るとカチカチの状態ですので、これを水で溶かして使っていきます。筆の裏にお水をちょっとつけてトントントンと水滴を置いていって、パレットの上で色味を出して、混ぜ合わせています。グリーンにちょっとブラウンの色を混ぜて少しくすませているところです。今回は、ボタニカル柄というイメージで、ちょっとグリーン系の葉っぱとか、あとは枝みたいなものを描こうと思っています。水彩パレットの色味なんですけれども、全部の色が若干パールがかった偏光パールが入っているような色味になっているので、普通のアクリル絵の具の色味とは少し雰囲気が違うんですけれども、これはこれで塗ってみると結構可愛いいい感じのものができたかなと自分では思っています。綺麗に色ムラなく葉っぱを描こうとはあまり思っていなくって、あえて色ムラを残して水彩っぽいふわっとしたようなイメージで描こうと思っています。色味も1色ではなく2色とか3色を混ぜて作っていますし、混ぜるのもあえて綺麗に混ぜ切らずに、なんとなくまだ色が混ざりきっていない状態で塗り始めたりして、そういう少し偶然出来上がる色味みたいなものもアートとしては面白いんじゃないかなと思って描いています。バランスを見ながら葉っぱ描いたつもりだったんですけど、なんかおかしいってことに気づいて、ペーパーにエタノールをつけて拭き取っています。で、これはですね、水彩絵の具、水彩パレット絵の具みたいなものですので、ペーパーにエタノールつけて拭き取れば綺麗に色がなくなってくれます。なので失敗しても安心です。見ていただいたら分かる通り、水分結構多めに描いていますので、水っぽく色が溜まったところができるんですけれども、色が溜まっているところが乾いていくとちょっとふわっとしたような印象になってくれますので、そういったところもあえて残したりとかしながら仕上げています。ちょっと全体的にグリーンとか茶色系ばっかりで少し華やかさに欠けるなと思いましたので、このピンクとパープルとちょっと白っぽい色ですね。で、これだけだと少し明るすぎるから、ほんのちょっとくすませるためにブラウンみたいなこの茶系の色を混ぜて、つぼみなのか実なのか花なのか、私の空想上のものなんですけれども、そういったものを描いてます。
しっかりと柄が乾いたら、マットジェルでコーティングしています。で、その他の指に関してはこういうちょっとグリーン系のカラーを使おうかなと思っています。で、先ほど描いた柄と雰囲気が合うかどうかを確認しています。で、大丈夫そうなのでこちら2度塗りします。硬化させてマットジェルで仕上げていきます。そしたらアイシングジェルを使ってこのグリーンのベースに模様をつけていきます。このアイシングジェルもセリアの商品、100均の商品になります。ミラーパウダーでこのアイシングジェルの上をキラキラにコーティングして、さらにその上をトップジェルで部分的にコーティングしています。このデザインは全体的にマットな質感で仕上げようと思ってますので、艶を出したいところはトップジェルを2度塗りして仕上げています。で、同じようにその他の指も作って並べています。最初にイメージしてたデザインも作ったんですけれども、なんか合わないような、しっくりこないような気がしたので、人差し指別のデザインもあと2パターン作ったんですね。で、入れ替えてみてどれが一番しっくりくるかなっていうのを見ています。この少し大きめの葉っぱのデザインが人差し指に来た方が全体的になんかこうデザインとしてしっくりくるなと思ったので、こちらのアートで今回のボタニカルのデザインは完成となりました。こちらが今回のアートで使った材料になります。で、ほとんど100均で購入したものばかりになります。キャンドゥとセリアとダイソーですね。で、購入したものになります。ただ、右端のミラーパウダーだけは私が問屋さんで購入したものになりますので、100均には全く同じものは売ってないんですけれども、似たようなゴールドのミラーパウダーというのは100均にも売ってますので、もし今回のデザイン気に入っていただけた方がいらっしゃったら、そういったもので代用していただけるといいかなと思います。では今回は一からデザインを起こしてみたという動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。枯れたネイリスト3人で作る出がらしネイルチャンネル。この動画はマロコが担当しました。最後までご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。